どうも、ウーロンです。19日に大型アップデートが来て、いろいろと変わったんですけど、その中でずっと待ってたものがあるんですよ。それがこちら、MP5 クマ出没。なんでこの武器かっていうとですね、銃の効果でバウンスっていうのがあるんですよ。バウンスってのは長弾するって効果なんですね。で、それが不遇というか、弱いってずっと言われてて、それの変更があったんですよ。なので今回は、どれくらい火力が出るのか、それと使いやすいのかという2点を検証していきます。ではどうぞ。はい、ではまずは銃の説明からです。こちらが MP5 クマ出没で、先ほど紹介したバウンスって効果が発動する武器ですね。命中すると 25% の確率で一定範囲内にバウンスが発動し、最大で3体の対象にバウンスする。バウンス命中時に必ずリバウンドが発生し、リバウンドは 100% のバウンスダメージを与える。リバウンド後バウンスは終わる。リロード後バウンス発生回数プラス1、6秒間持続し、銃を切り替えると効果は終了する。そしてバウンスダメージ係数がプラス 30% となってます。では装備がこちらです。今回紹介するのはクリティカル構成ですが、弱点にだけ当てられるなら弱点盛り構成の方が強いかもしれません。まずはクマ出没なんですが、武器構成図はヘビースタイル、クリティカル確率が2つとなってます。で、クマ出没のモッドに関しては後ほど紹介しますね。サブ武器はブルーフレームで、モッドはハンティングマーク増幅暴烈。近接はアックスで、モッドはエンドバースト暴烈。頭防具がローンウルフハットで、モッドが火力追撃暴烈。マスク防具がローンウルフマスクで、モッドが全面指名手配ハンティングマーク。胴体防具がローンウルフジャケットで、モッドがクリティカルダメージ強化暴烈。腰防具がホットドッグショートパンツで、モッドがクリティカルフィーバー暴烈。手の防具がローンウルフグローブで、モッドがクリティカルダメージ強化暴烈。足防具がバスティーユブーツで、モッドが着実な努力暴烈。で、次はクレイドルです。フェーズ抑制、ディビエイト支配、戦術ロードアウト、致命的な連撃、重装連携、多重バウンス、安定な手、そして最後にバウンティーハンターです。それではクマ出没のモッドなんですが、4種類あるのでモッドを変えながら撃つのと、バウンスはですね、敵の数が多いほどダメージが上がるので、2マガジン打ち切りでカカシ1体、カカシ2体、カカシ5体で DPS と総ダメージを見ていこうと思います。じゃあまずは多重バウンスの暴烈で見ていきます。それとオノバフハンティングマークをつけてから撃ちますね。ではカカシ1体でまずやっていきます。ではカカシ2体でいきます。はい、最後カカシ5体でいきます。はい、カカシ1体の DPS が98,000、総ダメージが133万。カカシ2体の DPS が、10万4000で、総ダメージが142万。カカシ5体の DPS が13万1000で、総ダメージが185万でした。お次は高純度バウンス暴烈で打っていきます。ごめんなさい、ちょっと霧がかっちゃったんで見にくいかもしれないですが、とりあえずカカシ1体いきます。はい、次はカカシ2体です。はい、ではカカシ5体で打っていきます。
はい、かかし1体の DPS が9万3000で総ダメージが129万。かかし2体の DPS が9万2000で総ダメージが126万。かかし5体の DPS が11万7000で総ダメージが164万です。で、かかし2体の方がダメージが下がってるのはクリ率盛りにしてるので誤差の範囲ってことでいいんですけど、まあ1体でも2体でもあまり変わらないっていう感じになりましたね。次のモッドはチェーンバウンス猛烈です。ではかかし1体で打っていきます。次はかかし2体で打っていきます。では最後かかし5体で打っていこうと思います。はい、かかし1体の DPS が9万3000で総ダメージが135万。かかし2体の DPS が9万4000で総ダメージが134万。かかし5体の DPS が12万で総ダメージが175万です。これもさっきと一緒でクリ率盛りにしているので誤差の範囲っていう感じですね。でこちらも1体でも2体でもあまり変わらないっていう感じですね。で最後がハイエネルギーバウンス猛烈です。ではまずかかし1体からいきます。はい、次はかかし2体です。はい、最後かかし5体で打っていきます。かかし1体の DPS が9万7000、総ダメージが138万。かかし2体の DPS が9万8000、総ダメージが135万。かかし5体の DPS が12万8000で総ダメージが183万です。それではまとめたのでそちらで確認してみましょう。かかし1体だと DPS は多重バウンスが一番高くて、高純度バウンスとチェーンバウンスが同列で最低。総ダメージだとハイエネルギーバウンスが一番高くて、高純度バウンスが一番低いですね。かかし2体だと DPS は多重バウンスが一番高くて、高純度バウンスが一番低いです。総ダメージだと多重バウンスが一番高くて、高純度バウンスが一番低いです。かかし5体だと DPS は多重バウンスが一番高いです。高純度バウンスがまた一番低いですね。総ダメージだと多重バウンスが一番高くて、高純度バウンスがまた一番低いです。全体的に多重バウンスが一番ダメージ出てますね。で、2番目がハイエネルギーバウンス、3番目がチェーンバウンス、最後に高純度バウンスとなりました。ただ、高純度バウンス以外は誤差の範囲かなと、サブステ次第で入れ替えはあるのかなと思います。それでは最後に一番ダメージが出た多重バウンスで犬を出して打っていきます。はい、DPS が19万で総ダメージが280万です。 DPS が5万くらい上がって総ダメージは120万くらい上がりましたね。で、犬っていうのはこのささやくローンウルフってやつで、こいつを出すと攻撃力が上がるので DPS を上げたい方は使ってみてください。入手方法はシャドウハウンドをクリアしたら、ドロップします。
はい、以上になります。腰打ちでも結構集団するので、ギミックとか雑魚が多くて移動しながら撃たないといけないダンジョンでも使いやすいですね。で DPS に関しては正直モッドの構成とかサブステ、あとはボス1匹だけなのか雑魚がたくさんいるのかで大きく変わってくる部分ではあるので、バウンスを組んでみたいと思ってる方の参考になればなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。